皆さんこんにちは。力添え初心者のための PLC シーケンス講座です。今回はフィールドネットワークについての2回目ということで CC リンクについて解説をしていきたいと思います。今回解説する内容ですが、まず CC リンクとは何かということですね。それから CC リンクで重要な5つのキーワードについてお話をしていきます。それから CC リンクの接続例、そして CC リンクの設定として機器選択設定と、それから汎用デバイス局の設定についてお話をしていきたいと思います。まず最初に CC リンクについてお話をしていきます。CC リンクとは1990年代半ばに登場したオープンネットワークで RS485 ベースで高速で長距離伝送が可能となっています。ただし、10Mbps の高速通信を行う場合の伝送距離は 200m まで、最大 1.4km の伝送距離を確保する場合は、通信速度は 156kbps に制限されます。1台のマスタ局に対し最大64台のスレーブ局と通信を行い、マスタ局、スレーブ局間の接続は CC リンク専用ケーブルで接続を行います。こちらですね。数年前まではフィールドネットワークといえば CC リンク一辺倒でしたけども、最近はイーサネット IP、イーサキャット、CC リンク IE などのイーサネット系のフィールドネットワーク機器も充実してきています。したがって最近ではもっぱらリモート IO で使われることがほとんどで、イーサネット系のフィールドネットワークの住み分けができているんじゃないかなと思います。続いて、CC リンクで重要な5つのキーワードについてお話しします。1つ目は局になりますが、局とはですね、CC リンクに接続される各制御機器を局と呼びまして、これに局番を割り付けていきます。マスター局が局番0、その後のローカル局に局番を割り付けていき、ビット信号のみ扱う局をリモート IO 局、ビット信号とワードデバイスを扱う局をリモートデバイス局と言います。また、三菱の制御機器に関しては、インテリジェントデバイス局という局もね、ありますね。そして2つ目が専用ケーブル。CC リンクには CC リンク専用ケーブルで各顧局と接続をしていきます。被覆が、茶色または青。最近青っていうのも出てきてますね。三振のシールドケーブルとなります。で、制御盤内の短い距離の接続に専用ケーブル以外のケーブルで接続しているのをたまにちょっと見かけますけども、ノイズなどのね、影響を受けやすくなりますので、必ず専用ケーブルで接続をするようにしてください。で、3つ目が終端抵抗ですね。CC リンクの終端局には終端抵抗を接続していきます。ただこれはね、あくまでも配線上の終端局であって、局番の終端ではないので注意してください。これを間違えるとね、通信できないということもありえますのでね、ここは間違わないようにしていただきたいと思います。で、終端抵抗は、CC リンク購入、対応機器を購入すると必ずついてきますんで、これだけ 130W の、130オームか、130オームの、抵抗を改めて購入することはありません。ね。必ずついてきます。で、4つ目なんですけども、リモート IO。これはね、後でちょっと説明していきますが、CC リンクで最も多く使われているリモート IO 接続ということになります。で、5つ目がバージョン 1.10 とバージョン 2.0 というのがあります。CC リンクにはバージョン1とバージョン2っていうのがありまして、1.10 って言ってますけど、通常バージョン1と呼びますね。で、接続する機器によってバージョン1かバージョン2か選択する必要があります。必ず取説などで確認をしてください。で、バージョン2に関しては、拡張サイクリック通信という通信機能が追加されて、最大で8192点で、ワードデバイスが2048点のリンクが可能ということになります。細かいところはまた後で説明をします。次に、CC リンクの接続例を見ていきたいと思います。まずですね、CC リンクを使わない場合なんですが、
このようにね、これらのセンサーとか、これはシリンダーのリードスイッチ、電磁弁、またこっちにセンサー、表示器、電磁弁とシリンダー、インバーター、モーター、タッチパネルなんてありますけども、これらのね、制御信号とか入出力信号っていうのはすべてね、こちらの PLC の入出力ユニットに接続する、1本ずつね、配線してて接続するということになりますね。で、CC リンクで接続する場合は、こちらがですね、CC リンクのマスターローカルユニットになります。QJ61PT11N。こちらから、CC リンクのね、専用ケーブルで、このように、ごめんなさい。その前にですね、ここですね。ここに、近くに、制御機器の近くにですね、リモート IO の入出力ユニットをね、設置していきます。で、ここに、センサー類の配線とかね、全部つないでいくわけなんですけども、この辺の末端の配線は必要になりますが、そこから先、制御盤までは、このようにね、CC リンクのケーブルを一筆書きで這わせていくということになりまして、最終的に制御盤に行くのはここからここまでの1本だけということになります。で、これら、電磁弁やセンサー、表示器など、ビット信号ですね、IO 信号のみ扱う局を、リモート IO 局と言いまして、その次にこちら、インバーターですね。インバーターとかのパラメーターとか、この辺は数値を扱う場合もありますので、数値を扱える局がリモートデバイス局。そして、三菱の製品で、これはタッチパネルですけども、サーボなんかもそうなんですが、インテリジェントデバイス局ということもあります。で、次にですね、設定のポイント、設定配線上のポイントをちょっとお話をしていきます。まずですね、局番と配線順は同じではなくても構いません。今こちら、このようにね、タッチパネル局番1、そこから2、3、4、5、6、7、8と割り振っていますが、配線はここからスタートしていますね。このように、この順番でいってます。必ずしも、局番と配線順は同じじゃなくても構いません。で、次にですね、終端局。終端抵抗なんですけども、終端抵抗は終端局に取り付けますが、あくまでも先ほども言いましたが、配線の終端になりますので、こちらのマスターローカルユニットから配線がスタートして、タッチパネルで配線が終わっていますので、この2箇所に、終端抵抗をつけるということになります。またですね、終端抵抗に関してですけども、その制御機器によってはですね、終端抵抗が必要ですかっていうのを内部回路で切り替える機器もありますので、その場合は、ディップスイッチなどで設定を切り替えるという本体の方のね、その機器の本体の方のディップスイッチなどで終端抵抗を使うか使わないかっていうのを切り替える機器もありますので、必ず取説で確認をしてください。それからですね、制御盤内の機器の渡り配線などね、このように密着接続をしている場合ですね、最低でもその場合でも20センチ以上の配線長を確保するようにしてください。ということでね、この辺が、接続例ということになります。で、これらのね、このポイントも含めて、この局番、この PLC の構成も含めてですね、この構成で、次に、GXWorks2 で CC リンクの設定をしていきたいと思います。はい、まず GXWorks2 が開いたところでございますが、まず PC パラメータの方から、PC IO 割り付けの方で、PC のね、機器構成というのはこのように設定してあります。先ほどの図面、絵とね、一緒です。で、4スロット目に、ここですね、CC リンク、マスターローカルユニットの QJ61BT11 を設定して、32点割り付けて、そして、CentOXI を0040にしてあります。で、PC 設定はこれで終了ですね。次に CC リンクの設定になりますが、ネットワークのパラメータから CC リンクの選びます。で、今の構成ですと CC リンクのマスターユニットは1枚ですので、ここで1枚。
と設定するとね、1枚目の表示が出てきます。で、ここで先頭 XY をまず、40ですね。先ほど40で設定しましたので、これを入れます。で、次に局情報を CC リンクウィンドウで設定するっていうところをチェックをして、CC リンク構成情報を開きます。はい。はい。ということで、実際にここからね、設定していくわけなんですけども、まず最初、基本的にはこのリストから選んでいくということになります。ここに載ってるのはほとんど三菱電機製の制御機器になりますが、まずですね、タッチパネルですね。タッチパネルはどこに行ったかな？ GOT をもっとした？ GOT どこだ？あ、これか。GOT2500S。これをね、先ほど1曲目なんで、ここにドラッグしますね。これは勝手にインテリジェントデバイス曲と区別されまして、バージョン1、1曲占有ということで、これはこのまんまでいいです。で、次に2曲目、3曲目、4曲目が入出力ユニットなので、こちらから使うタイプの入出力ユニットを、選定していきます。曲番2が入力32点、曲番3が、出力32点で、曲番4が、混合ユニットの32点という形で選択をしていきます。ここもね、勝手にこのようにリストに反映されていっています。で、曲番5なんですけども、SMC の電磁弁になりますが、これはね、今ここにありませんので、これはちょっと後で説明します。そして、1曲飛ばすことはできないので、このまんま次、インバーターですね。インバーターを設定していきます。FRE800。これもね、三菱のインバーターですので、このように、もう、だらっということで、こういうふうに設定していけば、終了なんですね。で、ここ、バージョン1モードになってます。今、ここにつながっているのはすべてバージョン1の、機器類ということになりますので、バージョン1でも構いません。そして伝送速度、これを10メガにして、この状態で設定を反映して1回閉じます。はい。で、これもですね、1回ちょっとこのままチェックをかけて、エラーがないので設定終了してしまいましょう。で、次にですね、先ほどの SMC の、電磁弁ですね、こちらの登録をしていきたいと思います。一回プロジェクト上書き保存をして、プロジェクト一回閉じます。この状態にしといてください。はい。で、こちらがですね、SMC のホームページの取扱説明書のところのページに来ています。で、CC リンク対応っていうのがありまして、ここにですね、各 CC リンク対応の電磁弁の型式が載っていまして、こちらにですね、設定ファイルっていうのが、それぞれあるんですけど、設定ファイルっていうのがあります。で、これ CSP ファイルというものが CC リンクの設定ファイルになるんですけども、こちらをクリックしてダウンロードをしていきますね。で、すでにダウンロードしたものがありますので、ちょっと見ていきたいと思います。こちらにですね、ダウンロードしたファイルで回答もしてあります。で、ここで、ここにね、CSPP ファイルというのがあります。で、CSP ファイルおよび CSPP ファイルというのは先ほども言いましたが、CSP ファイルっていう場合は CC リンクの設定が入っています。それから CSPP ファイルもしくは CSP プラスとなっている場合は CC リンクと CC リンク IE の設定が入っているファイルということになります。これはどちらでも使えます。CC リンクはどちらでも使えますので、CC リンク IE の場合の設定をする場合は CSPP ファイルを読み込むことになります。で、ここですね。このファイルを使っていきます。このファイルを GXWorks の方に登録していくということになります。それではですね、GXWorks 開いていきましょう。GXWorks
に戻ってきました。先ほどプロジェクト1回閉じた状態でツールから、プロファイル管理の登録ですね。これで先ほどダウンロードして解凍した CSPP ファイルを登録していきます。はい。これで登録が完了しましたので、先ほどのプロジェクトを開いていきましょう。はい。で、ここで先ほどと同じように、ネットワークパラメータから CC リンクで同じようにここの、構成設定からですね、設定をしていきたいと思いますが、ここで多分下の方にあると思います。先ほどの、どれだっけ SMC 株式会社 EX180 シリーズですね。これを先ほど32点バルブ出力登録したものがここにリストに載ってきています。ということで、これを、ここですね。ここに追加をしていきます。はい。これで終了となります。これでね、設定を反映して閉じれば、設定終了となるわけなんですけども、で次に、このリストにも載っていなくて、なおかつ、メーカーさんのホームページにも設定ファイルがないよっていう場合どうするかっていうことになりますが、その場合はですね、こちら汎用 CC リンクユニットの汎用リモート局ということで設定をしていきます。で、その場合の、確認項目ですね、トリセツでどのように設定すればいいかっていうのを確認しなければならないんですが、それをちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、IAI のロボシリンダーの、トリセツになります。P コン、A コンの CC リンクのトリセツになるわけなんですが、こちらでまず、こちらを見ながら確認の仕方を見ていきたいと思います。まずですね、通信規格 CC リンクバージョン1ですね。で、通信速度はどの速度も設定できそうなので、10にしておきます。それと、あとは、占有局数なんですけど、リモートデバイス局で1から4局の設定ができるということになっているようです。で、これはどういうことかというと、IAI の場合は、この5つの、ね、動作モード、この5つの動作モードは、本体側の、というか IAI のコントローラー側のパラメータで設定するわけなんですが、この5つのモードのどれを使うかによって占有局数が変わってくるということになります。で、このモード、それぞれどういう動きをするかっていうのはいちいち今回は説明しませんので、今回はフル直地モードを使っていって4極占有という形で設定をしていきたいと思います。それではですね、GXWorks の方に戻ります。GXWorks の方に戻ってきました。で、先ほどですね、確認したわけなんですが、汎用、リモートデバイス局を使ってくださいよってなってましたので、この場合、汎用リモートデバイス局をこちらに持っていきます。そして、今度はここでですね、ここで4極占有というのを設定して、はい、これで終わりになります。これも設定を反映して閉じれば終了です。でですね、あとは、ここ、リモート入出力っていうのを設定してなかったんですけども、これを次に設定していきたいと思います。で、リモート入出力は、XY で設定するか、B で、リンクリレーの B で設定する、どちらでもできますが、僕の場合は、分かりやすくもう XY にして、今回は、最初から設定するということになりますので、X 線、Y 線で適当な位置で設定をしていきます。はい。で、それから、リモートレジスタなんですけども、こちらも D とか W とかでね、設定することができるんですが、今回もどこでもいいので、とりあえず W 設定していきたいと思います。で、W の、100とかに設定すればいいのかな。はい。ということで、ここでチェックをしてエラーがなければ終わりなんですが、ここ、なんで最後に設定したかと言いますと、こちらのね、構成によってちょっと変わってくるんですね。リモート IO 局だけであれば、
リモートレジスタを設定する必要はありません。ただ、リモートデバイス局がある場合に、どれだけ、ここは4局占有になってますから、どれだけの点数を使うかによって、先ほどのね、リモートレジスタの設定範囲っていうのが変わってくるので、ですので、最後に設定をしているということになります。こんな感じで設定できるんで、比較的簡単にね、CC リンクの設定って可能だと思います。で、あとはちょっと最後にですね、バージョン2ですね、の機器がある場合どうするかっていうことなんですけども、バージョン2の機器がある場合は、バージョン2モードにしてください。で、こういうふうに設定すれば、どこでもいいんですけど、OK です。で、ここでバージョン2って入れます。はい。これで、設定を反映して閉じれば OK になります。で、もう一つ、バージョン2が使えるモードで追加モードっていうのがあるんですね。で、追加モードの場合は、今この状態では、エラーになります。なぜかというと、追加モードの場合は、バージョン2は後ろにいないといけないんですね。バージョン1より後ろにいないといけない。だからバージョン1に対してバージョン2を後ろに追加しますよというモードが追加モード。で、バージョン2モードは基本的には最初からバージョン2もあるよっていうのが前提のモードになっていますので、ここだけですね、違うっていうところになりますね。結構駆け足になってしまいましたが、CC リンクの設定ですね、CC リンクについてお話をさせていただきました。ご理解いただけましたでしょうか。今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。